月曜日。月曜日の朝、私は6時に起きました。外はまだ暗くて少し寒かったです。私は顔を洗って歯を磨いて服を着替えました。それから朝ご飯を作りました。朝ご飯はご飯と鶏肉、野菜でした。私は家族と一緒に食べました。朝ご飯の後、私は学校に行く準備をしました。カバンの中に教科書とノートを入れて8時に家を出ました。私は歩いて学校へ行きました。学校まで20分ぐらいかかります。空は青くて風が気持ちよかったです。12時になって私は友達と一緒にお昼ご飯を食べました。お弁当は母が作ってくれました。とても美味しかったです。午後は英語の授業がありました。英語の授業ではみんなで英語の歌を歌いました。先生の話は面白かったです。学校が終わった後、私はスーパーに行きました。私は牛乳とパンとリンゴを買いました。家に帰ってから手を洗ってカバンを片付けました。それから私は30分テレビを見ました。アニメを見て楽しかったです。テレビの後は宿題をしました。国語の宿題と英語の宿題がありました。全部で1時間ぐらいかかりました。夜6時に私は晩ご飯を食べました。晩ご飯は魚とご飯と野菜でした。家族と一緒に食べて楽しい時間でした。食べた後、私はお風呂に入りました。お風呂は暖かくてとても気持ちよかったです。お風呂の後、私は日記を書いて本を読みました。火曜日。朝、窓を開けると、外は少し明るくて空気が涼しかったです。私は顔を洗って歯を磨きました。それからパジャマを脱いで制服に着替えました。朝ごはんはトーストとゆで卵とミルクでした。母がトーストを焼いてくれました。私は家族と一緒に食べました。父はコーヒーを飲んでいました。母はテレビを見ながらご飯を食べていました。
朝ごはんの後、私はお皿を洗って教科書とノートをカバンに入れました。7時50分に家を出てバスに乗って学校に行きました。バスは少し混んでいましたが、間に合いました。私は図書室に行って本を借りました。私は動物の本と海の本を一冊ずつ選びました。12時になって私はお昼ご飯を食べました。今日のお弁当はハンバーグとご飯とみかんでした。友達と話しながら楽しく食べました。学校が終わってから私はスーパーに寄ってバナナとヨーグルトを買って帰りました。家に着いたらまず手を洗ってカバンを片付けました。それから少し休んで宿題をしました。宿題が終わった後、私は母を手伝って晩ご飯の準備をしました。私は野菜を洗って人参を切りました。母は魚を焼いてご飯を炊きました。夜ご飯は焼き魚とご飯と野菜スープでした。とても美味しかったです。水曜日。水曜日の朝、私は6時に起きました。カーテンを開けると、外は明るくて天気が良かったです。私は顔を洗って歯を磨いてパジャマを脱ぎました。それからシャツとズボンを着て鏡を見ました。朝ごはんはご飯と味噌汁と漬物でした。母が魚を焼いてくれました。私は父と母と一緒に食べました。味噌汁は豆腐とわかめが入っていました。温かくて美味しかったです。食べた後、私はお皿を洗いました。それから教科書とノートをカバンに入れて7時45分に家を出ました。私は自転車で学校に行きました。私は図工室に行って絵を描きました。12時になって私は教室でお昼ご飯を食べました。お弁当の中には唐揚げと卵焼きとご飯が入っていました。友達はサンドイッチを食べていました。みんなで話しながら楽しく食べました。午後は
音楽の授業がありました。みんなで同じ曲を練習しました。先生は大きい声で歌ってくださいと言いました。それから歌も練習しました。学校が終わった後、私はまっすぐ家に帰りました。家に着いてから手を洗って着替えました。少しテレビを見てから私は宿題を始めました。英語の宿題がありました。少し難しかったですが、全部やりました。晩ご飯の準備の時間になったので、私は母を手伝いました。母はスープを作って、私はサラダを作りました。トマトとレタスとキュウリを切って皿に入れました。晩ご飯はスープとサラダとパンでした。父はチーズとハムも食べていました。家族で話しながらゆっくり食べました。木曜日。今日は空が青くて天気が良かったです。カーテンを開けて光が部屋に入りました。私はすぐにベッドを畳んで顔を洗いに行きました。洗面所で顔を洗って歯を磨きました。その後、パジャマを脱いで新しい服を着ました。今日は学校がある日なので、白いシャツと黒いズボンを選びました。7時に朝ごはんを食べました。朝ごはんはご飯と味噌汁と鮭の焼き魚でした。母が作ってくれました。私はゆっくり食べて母にありがとうと言いました。父はもう出かけていました。7時45分に私は家を出ました。今日はバスで学校へ行きました。バスの中は少し混んでいましたが、すぐに学校に着きました。13時になってみんなでお昼ご飯を食べました。私は母が作ったお弁当を食べました。お弁当の中には唐揚げと卵焼きとブロッコリーがありました。とても美味しかったです。学校が終わったのは3時半でした。私は友達と一緒に帰りました。道で花を見たり、小さな犬を見たりしました。家に帰ったらすぐに手を洗って着替えました。そして宿題を始めました。
今日は国語のプリントと英語の練習をしました。宿題が終わってから私は少しテレビを見ました。6時ごろ、母と一緒に晩ご飯を作りました。今日はカレーライスでした。私は人参とじゃがいもを切るのを手伝いました。父が帰ってきて3人で食べました。晩ご飯の後、私は皿を洗って部屋を片付けました。その後、お風呂に入りました。温かいお湯は気持ちよかったです。金曜日。朝、私は6時に目を覚ましました。外はまだ少し暗かったですが、空気が涼しくて気持ちよかったです。私はカーテンを開けて部屋に光を入れました。その後、私は顔を洗って歯を磨きました。そしてパジャマを脱いで学校に行く服に着替えました。今日は気温が少し高かったので、薄いシャツとズボンを選びました。7時に朝ごはんを食べました。今日の朝ごはんはトーストと目玉焼きとサラダでした。母が作ってくれました。私はコップ一杯の牛乳も飲みました。朝ごはんの後、私はカバンの中を確認して家を出ました。今日は自転車で学校に行きました。道にはたくさんの人がいて、私は気をつけて漕ぎました。学校では1時間目に英語がありました。今日は挨拶の文を習いました。私はノートにしっかり書いて先生の発音をよく聞きました。2時間目は国語で漢字の読み方を練習しました。私は少し難しかったですが、頑張って書きました。3時間目は体育でした。今日は外で走る活動がありました。私はグラウンドを3周走って少し疲れました。でも体を動かすのは楽しいです。13時に私たちは昼ご飯を食べました。今日は学校の給食でした。メニューはご飯、味噌汁、鶏の煮物、そしてフルーツでした。私は全部食べました。土曜日。土曜日の朝、私は
7時に起きました。今日は学校がない日でした。だからいつもより少し遅く起きました。カーテンを開けると、外はとてもいい天気でした。青い空が見えて、鳥の声も聞こえました。私は顔を洗って歯を磨きました。それから服を着替えて台所へ行きました。母がすでに朝ごはんを作ってくれていました。今日の朝ごはんはご飯、卵焼き、そして味噌汁でした。私は全部食べてお茶も飲みました。朝ごはんの後、私は部屋の掃除をしました。まず、机の上を片付けてから床を掃きました。そして、掃除機で塵を吸い取りました。窓を開けて空気を入れ替えました。10時ごろ、私は近くのスーパーへ行きました。今日は母と一緒に行きました。スーパーでは肉、野菜、果物を買いました。母は玉ねぎやバレーショをたくさん買いました。私はバナナとリンゴをカゴに入れました。家に帰ってから私はしばらく休みました。ソファに座って音楽を聴きました。そして本を読みました。今日は日本の昔話を読みました。とても面白かったです。12時になったので、私は昼ご飯の準備を手伝いました。今日は焼きそばを作りました。私はキャベツを切って人参を洗いました。母がフライパンで炒めました。家族みんなで食べて美味しかったです。午後、私は宿題をしました。今日は国語と理科の宿題がありました。国語では文章を読んで質問に答える練習をしました。理科では生き物の名前と生活についてノートにまとめました。宿題の後、私は少しテレビを見ました。今日は動物の番組がありました。いろいろな動物が出てきて楽しかったです。3時過ぎ、私は公園へ行きました。公園では子供たちが遊んでいました。私は一人でベンチに座ってしばらく景色を見ました。その後、自転車で少し走りました。風が気持ちよかったです。
夕方、私は家に帰って風呂を掃除しました。母が晩ご飯を作っている間に、私は湯船を洗ってお湯を入れました。6時に晩ご飯を食べました。今日の晩ご飯はカレーでした。私はたくさん食べました。父も母も楽しそうに話しながら食べていました。ご飯の後、私は皿を洗いました。水が冷たかったですが、きれいにしました。その後、母と一緒にテレビを見ました。9時過ぎに私は風呂に入りました。温かいお湯に入ると体がリラックスしました。風呂の後、パジャマに着替えて日記を書きました。10時半ごろ、私は電気を消して寝ました。土曜日はゆっくり過ごせてとてもいい一日でした。日曜日。日曜日の朝、私は8時に起きました。今日はゆっくり寝ることができました。外は少し曇っていましたが、雨は降っていませんでした。私は顔を洗って歯を磨きました。それから服を着替えて朝ご飯を作りました。今日は自分でパンを焼きました。チーズとハムを乗せてトースターで焼きました。朝ご飯の後、私は洗濯をしました。まず、古い服を集めて洗濯機に入れました。洗濯機のボタンを押すと、自動で洗濯が始まりました。その間に、私は部屋を掃除しました。机の上を片付けて、床を掃除機で掃除しました。10時になったら、私はバスに乗って図書館へ行きました。今日は学校の宿題のために本を借りに行きました。図書館にはたくさんの人がいました。私は歴史の本と英語の本を借りました。とても静かで勉強にいい場所でした。図書館の後、私はスーパーに寄りました。今日は一人で昼ご飯を作る予定だったので、少しだけ買い物をしました。私はパスタとトマト、チーズを買いました。お金を払ってエコバッグに入れました。家に帰ってから昼ご飯を作りました。トマトソースのパスタを作りました。茹でたパスタに
トマトとチーズを混ぜて簡単にできました。とても美味しかったです。昼ご飯の後、私は午後の勉強を始めました。今日は数学の復習をしました。ノートに問題を書いて答えを考えました。わからないところは教科書を見ながら練習しました。3時過ぎ、私は少し休憩をしました。ソファに座って音楽を聴きました。好きなクラシック音楽を聴くと気持ちが落ち着きました。それからしばらく本を読みました。図書館で借りた本の続きを読みました。5時ごろ、私は夕ご飯の準備を始めました。今日はご飯と魚と野菜の煮物を作りました。母がいなかったので、全部自分で作りました。野菜を切って、魚を焼いて上手にできました。6時に夕ご飯を食べました。一人でしたが、テレビを見ながらゆっくり食べました。食べ終わったら食器を洗ってテーブルも拭きました。夜、私は宿題の続きをしました。英語の単語を覚えて文を作る練習をしました。書いて、声に出して何回も練習しました。9時になったらお風呂に入りました。お湯が温かくて疲れが取れました。お風呂の後、私はパジャマに着替えて明日の準備をしました。カバンの中を確認して教科書やノートを入れました。10時半に私は電気を消して寝ました。日曜日は勉強と休みの時間がちょうどよくていい一日でした。月曜日。月曜日の朝、私は6時に起きました。外はまだ暗くて少し寒かったです。私は顔を洗って歯を磨いて服を着替えました。それから朝ご飯を作りました。朝ご飯はご飯と鶏肉、野菜でした。私は家族と一緒に食べました。朝ご飯の後、私は学校に行く準備をしました。カバンの中に教科書とノートを入れて8時に家を出ました。私は歩いて学校へ行きました。学校まで20分ぐらいかかります。空は青くて風が気持ちよかったです。
12時になって私は友達と一緒にお昼ご飯を食べました。お弁当は母が作ってくれました。とても美味しかったです。午後は英語の授業がありました。英語の授業ではみんなで英語の歌を歌いました。先生の話は面白かったです。学校が終わった後、私はスーパーに行きました。私は牛乳とパンとリンゴを買いました。家に帰ってから手を洗ってカバンを片付けました。それから私は30分テレビを見ました。アニメを見て楽しかったです。テレビの後は宿題をしました。国語の宿題と英語の宿題がありました。全部で1時間ぐらいかかりました。夜6時に私は晩ご飯を食べました。晩ご飯は魚とご飯と野菜でした。家族と一緒に食べて楽しい時間でした。食べた後、私はお風呂に入りました。お風呂は暖かくてとても気持ちよかったです。お風呂の後、私は日記を書いて本を読みました。火曜日、朝、窓を開けると、外は少し明るくて空気が涼しかったです。私は顔を洗って歯を磨きました。それからパジャマを脱いで制服に着替えました。朝ごはんはトーストとゆで卵とミルクでした。母がトーストを焼いてくれました。私は家族と一緒に食べました。父はコーヒーを飲んでいました。母はテレビを見ながらご飯を食べていました。朝ご飯の後、私はお皿を洗って教科書とノートをカバンに入れました。7時50分に家を出てバスに乗って学校に行きました。バスは少し混んでいましたが間に合いました。私は図書室に行って本を借りました。私は動物の本と海の本を一冊ずつ選びました。12時になって私はお昼ご飯を食べました。今日のお弁当はハンバーグとご飯とみかんでした。友達と話しながら楽しく食べました。学校が終わってから私はスーパーに寄って
バナナとヨーグルトを買って帰りました。家に着いたら、まず手を洗って、カバンを片付けました。それから少し休んで宿題をしました。宿題が終わった後、私は母を手伝って晩ご飯の準備をしました。私は野菜を洗って人参を切りました。母は魚を焼いてご飯を炊きました。夜ご飯は焼き魚とご飯と野菜スープでした。とても美味しかったです。水曜日。水曜日の朝、私は6時に起きました。カーテンを開けると、外は明るくて天気が良かったです。私は顔を洗って歯を磨いてパジャマを脱ぎました。それからシャツとズボンを着て鏡を見ました。朝ごはんはご飯と味噌汁と漬物でした。母が魚を焼いてくれました。私は父と母と一緒に食べました。味噌汁は豆腐とわかめが入っていました。温かくて美味しかったです。食べた後、私はお皿を洗いました。それから教科書とノートをカバンに入れて7時45分に家を出ました。私は自転車で学校に行きました。私は図工室に行って絵を描きました。12時になって私は教室でお昼ご飯を食べました。お弁当の中には唐揚げと卵焼きとご飯が入っていました。友達はサンドイッチを食べていました。みんなで話しながら楽しく食べました。午後は音楽の授業がありました。みんなで同じ曲を練習しました。先生は大きい声で歌ってくださいと言いました。それから歌も練習しました。学校が終わった後、私はまっすぐ家に帰りました。家に着いてから手を洗って着替えました。少しテレビを見てから私は宿題を始めました。英語の宿題がありました。少し難しかったですが、全部やりました。晩ご飯の準備の時間になったので、私は母を手伝いました。母はスープを作って
私はサラダを作りました。トマトとレタスとキュウリを切って皿に入れました。晩ご飯はスープとサラダとパンでした。父はチーズとハムも食べていました。家族で話しながらゆっくり食べました。木曜日。今日は空が青くて天気が良かったです。カーテンを開けて光が部屋に入りました。私はすぐにベッドを畳んで顔を洗いに行きました。洗面所で顔を洗って歯を磨きました。その後、パジャマを脱いで新しい服を着ました。今日は学校がある日なので、白いシャツと黒いズボンを選びました。7時に朝ごはんを食べました。朝ごはんはご飯と味噌汁と鮭の焼き魚でした。母が作ってくれました。私はゆっくり食べて母にありがとうと言いました。父はもう出かけていました。7時45分に私は家を出ました。今日はバスで学校へ行きました。バスの中は少し混んでいましたが、すぐに学校に着きました。13時になってみんなでお昼ご飯を食べました。私は母が作ったお弁当を食べました。お弁当の中には唐揚げと卵焼きとブロッコリーがありました。とても美味しかったです。学校が終わったのは3時半でした。私は友達と一緒に帰りました。道で花を見たり、小さな犬を見たりしました。家に帰ったらすぐに手を洗って着替えました。そして宿題を始めました。今日は国語のプリントと英語の練習をしました。宿題が終わってから私は少しテレビを見ました。6時ごろ、母と一緒に晩ご飯を作りました。今日はカレーライスでした。私は人参とじゃがいもを切るのを手伝いました。父が帰ってきて3人で食べました。晩ご飯の後、私は皿を洗って部屋を片付けました。その後、お風呂に入りました。温かいお湯は気持ちよかったです。金曜日。朝、私は6時に目を覚ましました。
外はまだ少し暗かったですが、空気が涼しくて気持ちよかったです。私はカーテンを開けて部屋に光を入れました。その後、私は顔を洗って歯を磨きました。そしてパジャマを脱いで学校に行く服に着替えました。今日は気温が少し高かったので、薄いシャツとズボンを選びました。7時に朝ごはんを食べました。今日の朝ごはんはトーストと目玉焼きとサラダでした。母が作ってくれました。私はコップ一杯の牛乳も飲みました。朝ごはんの後、私はカバンの中を確認して家を出ました。今日は自転車で学校に行きました。道にはたくさんの人がいて、私は気をつけて漕ぎました。学校では1時間目に英語がありました。今日は挨拶の文を習いました。私はノートにしっかり書いて先生の発音をよく聞きました。2時間目は国語で漢字の読み方を練習しました。私は少し難しかったですが、頑張って書きました。3時間目は体育でした。今日は外で走る活動がありました。私はグラウンドを3周走って少し疲れました。でも体を動かすのは楽しいです。13時に私たちは昼ご飯を食べました。今日は学校の給食でした。メニューはご飯、味噌汁、鶏の煮物、そしてフルーツでした。私は全部食べました。土曜日。土曜日の朝、私は7時に起きました。今日は学校がない日でした。だからいつもより少し遅く起きました。カーテンを開けると、外はとてもいい天気でした。青い空が見えて、鳥の声も聞こえました。私は顔を洗って歯を磨きました。それから服を着替えて台所へ行きました。母がすでに朝ごはんを作ってくれていました。今日の朝ごはんはご飯、卵焼き、そして味噌汁でした。私は全部食べてお茶も飲みました。朝ごはんの後、私は部屋の掃除をしました。まず、机の上を片付けてから
床を掃きました。そして掃除機で塵を吸い取りました。窓を開けて空気を入れ替えました。10時ごろ、私は近くのスーパーへ行きました。今日は母と一緒に行きました。スーパーでは肉、野菜、果物を買いました。母は玉ねぎやバレーショをたくさん買いました。私はバナナとリンゴをカゴに入れました。家に帰ってから私はしばらく休みました。ソファに座って音楽を聴きました。そして本を読みました。今日は日本の昔話を読みました。とても面白かったです。12時になったので、私は昼ご飯の準備を手伝いました。今日は焼きそばを作りました。私はキャベツを切って人参を洗いました。母がフライパンで炒めました。家族みんなで食べて美味しかったです。午後、私は宿題をしました。今日は国語と理科の宿題がありました。国語では文章を読んで質問に答える練習をしました。理科では生き物の名前と生活についてノートにまとめました。宿題の後、私は少しテレビを見ました。今日は動物の番組がありました。いろいろな動物が出てきて楽しかったです。3時過ぎ、私は公園へ行きました。公園では子供たちが遊んでいました。私は一人でベンチに座ってしばらく景色を見ました。その後、自転車で少し走りました。風が気持ちよかったです。夕方、私は家に帰って風呂を掃除しました。母が晩ご飯を作っている間に、私は湯船を洗ってお湯を入れました。6時に晩ご飯を食べました。今日の晩ご飯はカレーでした。私はたくさん食べました。父も母も楽しそうに話しながら食べていました。ご飯の後、私は皿を洗いました。水が冷たかったですが、きれいにしました。その後、母と一緒にテレビを見ました。9時過ぎに私は風呂に入りました。温かいお湯に入ると体がリラックスしました。
風呂の後、パジャマに着替えて日記を書きました。10時半ごろ、私は電気を消して寝ました。土曜日はゆっくり過ごせて、とてもいい一日でした。日曜日。日曜日の朝、私は8時に起きました。今日はゆっくり寝ることができました。外は少し曇っていましたが、雨は降っていませんでした。私は顔を洗って歯を磨きました。それから服を着替えて朝ごはんを作りました。今日は自分でパンを焼きました。チーズとハムを乗せてトースターで焼きました。朝ごはんの後、私は洗濯をしました。まず、古い服を集めて洗濯機に入れました。洗濯機のボタンを押すと、自動で洗濯が始まりました。その間に、私は部屋を掃除しました。机の上を片付けて、床を掃除機で掃除しました。10時になったら、私はバスに乗って図書館へ行きました。今日は学校の宿題のために本を借りに行きました。図書館にはたくさんの人がいました。私は歴史の本と英語の本を借りました。とても静かで勉強にいい場所でした。図書館の後、私はスーパーに寄りました。今日は一人で昼ご飯を作る予定だったので、少しだけ買い物をしました。私はパスタとトマト、チーズを買いました。お金を払ってエコバッグに入れました。家に帰ってから昼ご飯を作りました。トマトソースのパスタを作りました。茹でたパスタにトマトとチーズを混ぜて簡単にできました。とても美味しかったです。昼ご飯の後、私は午後の勉強を始めました。今日は数学の復習をしました。ノートに問題を書いて答えを考えました。わからないところは教科書を見ながら練習しました。3時過ぎ、私は少し休憩をしました。ソファに座って音楽を聴きました。好きなクラシック音楽を聴くと気持ちが落ち着きました。それからしばらく本を読みました。図書館で借りた本の続きを読みました。5時ごろ、私は
夕ご飯の準備を始めました。今日はご飯と魚と野菜の煮物を作りました。母がいなかったので全部自分で作りました。野菜を切って魚を焼いて上手にできました。6時に夕ご飯を食べました。一人でしたが、テレビを見ながらゆっくり食べました。食べ終わったら食器を洗ってテーブルも拭きました。夜、私は宿題の続きをしました。英語の単語を覚えて文を作る練習をしました。書いて、声に出して何回も練習しました。9時になったらお風呂に入りました。お湯が温かくて疲れが取れました。お風呂の後、私はパジャマに着替えて明日の準備をしました。カバンの中を確認して教科書やノートを入れました。10時半に私は電気を消して寝ました。日曜日は勉強と休みの時間がちょうどよくていい一日でした。